どっちがよりダメだと思う？風俗勤務の消防士 VS 競馬脱税の国税職員。札幌市消防局は現役の消防士が無許可で3年余りの間性風俗店の受付業務を兼務し収入を得ていたとして、この消防士を3月30日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。一方、勤務中に馬券や船券を2251回購入し払い戻し金として得た所得を申告しなかった職員を大阪国税局は停職1ヶ月の処分にしました。バイトした消防士は免職、脱税した国税職員は停職1ヶ月。まあもちろんどっちもダメなんですけどね。処分の内容に差があるような。ということで過去の偉人にも意見を聞いてみました。1、2手。2つの没落、2つの進言、諸君、この2つの事件を舐めてみたとき、君たちの心のばかりはどちらに傾くだろうか。一方は燃え盛る火を消すべき男が夜の欲望に身を投じ、もう一方は公正なばかりを持つべき男が博打の駒に己を委ねた。だが、私はこの背後に決定的な性の断絶を見る。札幌の消防士、彼は禁じられた副業に月15回ものエネルギーをつぎ込んだ。これはアルタでの性の反乱だ。彼は公務員という狭い器の中に自分の生命力を閉じ込めておくことができなかった。もちろん彼は法という秩序を破った。だが彼は自らの肉体を使い、自らの時間を切り売りして対価をつかり取ろうとした。彼は自分が属する群れの規則から張り出したが、少なくとも自分の足で歩もうとする意志は生きていた。彼は自らを高める方向を間違えたかもしれないが、その根底には停滞を嫌う力の意志が歪んだ形で脈打っている。国税職員という名の末人、それに対して大阪の国税局職員、彼こそが私が最も得むべき末人末人の典型だ。勤務中に2000回を超える馬券の購入、それは目の前の現実から、そして自らの職責からただ逃避し続けている姿だ。彼は他者が額に合わせして納めた月税によって自らの性を維持しながら、その陰であぶく銭という幻を追い求めていた。さらに自らが守るべき納税という法を自ら進んで破り所得を隠した。これは自分が信じてもいない価値を他人に強要する最低の偽善だ。彼は自分が立っている大地の土を自らの手で腐らせたのだ。大いなる勝負の審判。大いなる勝負とは人間が自らの価値を自らで裁く瞬間のことだ。この勝負の光の下で照らし出されるのはどちらがより卑しいかという事実である。消防士はルールの外側へ飛び出し、自らを燃焼させようとして自滅した。国税職員はルールの内側に安住し、成虫のようにその組織を内側から食い荒らした。諸君、よりダメなのはどちらか。それは自らの誇りという名の芝を自らの靴で踏みにじり、それでも平然とスウェ人の顔をして椅子に座り続けたあの国税職員の方だ。自分の役割に誠実であれない者はもはや人間としての形を成していない。一方は溢れすぎて壊れ、一方は空虚すぎて腐った。君たちはどちらの深淵をより深く呪うだろうか。2マキャベーツ。諸君、甘い理想論は闇にしよう。組織を預かる立場から見ればこの2つの事件の重みは明白だ。より有害であり組織の根幹を破壊するのは一の消防士である。1、背信という名の致命傷。消防士という職業の本質は何か。それは市民の生命と財産を預かるという絶対的な信頼の上にある。彼は月15回も夜の街に出入りしていた。想像してくれたまえ。命がけの現場で隣に立つ男は寝不足で意識を朦朧とさせていたら、あるいは副業でのトラブルを現場に持ち込んでいたら、彼は公的な制服を脱ぎ捨てて私的な欲望のために自らの肉体と時間を横流しした。これは組織に対する明白な背信行為だ。2、統制の崩壊は末端から始まる。国税職員の博打は個人の倫理的な腐敗であり、いわば内側での自戒だ。しかし消防士の行為は組織の外側への漏洩である。一人が外で稼げるという前例を作れば、規律は砂の空のように崩れ去る。誰もが自分もと考え始め、公務という公的な献身は私利私欲のための腰掛けとなり下がるだろう。軍隊においても最も厳罰に処されるのは敵前逃亡や無許可離隊だ。彼は市民を守るという陣地を勝手に離れ、別の戦場で小銭を稼いでいたのだ。3、社会契約の踏みにじり。国税職員はルールを無視したが、消防士はルールを利用した。公務員としての安定した身分と給与という安全地帯を確保したまま、外でさらに略奪を繰り返す。これは社会と結んだ契約に対する卑劣なただ乗りだ。君主が最も恐れるべきは内部の腐敗よりも兵士が自らの役割を忘れ的な利益のために動き出すことである。一人の国税職員が金を隠しても国庫は揺るがない。だが一人の消防士が規律を軽んじれば、その火災現場で救えたはずの命が失われる。結論、どちらがよりダメか。
消防士だ。彼は自らに与えられた聖なる職責を安っぽい金銭と引き換えに室に入れた。法を破った国税職員は犯罪者に過ぎないが、役割を放棄した消防士は裏切り者である。組織の存立を危うくし、市民の信頼という最大の資産をドブに捨てたのは、夜の街に消えたあの男なのだ。マザー・テレサ。親愛なる皆さん、この2人の男性の中に、私は同じ上を見ています。お腹が空いているのではありません。自分の人生に、そして自分の役割に愛を感じられなくなってしまった心の上です。ですが、私がより深く心を痛め、より大きな過ちを感じるのは、国税局の男性の方です。1、分かち合いの精神の死。消防士の男性は、たとえ許されない形であっても、自分の力を誰かのためにそれがお店の受付であっても使い、対価を得ようとしました。彼は自分の外側に何かを求めて動くエネルギーを持っていました。しかし、国税局の男性はどうでしょうか。彼は自分に与えられた国民に奉仕するという尊い仕事を、ただの時間の切り売りだとしか思っていなかった。2000回もの博打を繰り返すその心は、完全に自分の殻の中に閉じこもっています。他人のために働く喜びを忘れ、自分だけが豊かになればいいという孤独で利己的な心の病に侵されているのです。2、誠実という名の小さな愛。私はいつも言っています。大切なのは、どれだけ多くのことをするかではなく、どれだけ多くの愛をその行いに注ぐかですと。消防士の男性は亀裂を破りましたが、働くという行為そのものには一生懸命さがあったかもしれません。ですが、国税局の男性は自分が預かっている信頼という宝物を博打の駒として使い捨てました。彼が申告しなかったそのお金は、本来なら貧しい人や助けを必要とする人のために使われるべきものでした。彼は目に見えないところで多くの人の希望を奪ったのです。3、沈黙の中の裏切り。消防士の過ちは外から見れば明らかです。でも、この国税局の男性の過ちは静かな事務所の中で誰にも気づかれずに繰り返されました。誰も見ていないからいいだろうという思いこそが人間の魂を最も深く傷つけます。彼は自分自身の良心という一番大切な友人を裏切り続けていたのです。私たちは大きなことはできません。ただ小さなことを大きな愛をもってするだけです。彼はその小さな仕事に愛を注ぐことをやめ、自分だけの快楽に逃げ込んでしまった。その精神の貧しさ、孤独こそが何よりも悲しいダメなことだと私は思います。結論どちらがよりダメか。国税局の男性です。消防士の男性は道を間違えましたが、国税局の男性は愛を失ってしまいました。自分の仕事を通じて誰かを幸せにするという誇りをして、ただ自分を甘やかすために法を破る。その心の渇きこそが、世界から光を奪う本当の原因なのです。白洲二郎。おい君、そんな野暮なニュースを並べてどっちがマシかなんて議論に時間を費やすのは感心しないな。だがあえて私の物差しで測らせてもらうなら、一の消防士の方が救いようがないほど醜い。1、カントリージェントルマンの資格。私が最も重んじるのはプリンシプル原則だ。人間、何をしてもいいが自分が選んだ職業、自分が引き受けた役割に対するリスペクトを書いた瞬間に、その男はただの成り上がりかクズになり下がる。消防士という仕事は命を張って他人を助ける極めて高潔なプロフェッショナルだ。その男があろうことか夜の街の受付で小銭を稼ぐ270万円。そんなはした金はした金のために自らの誇り高い制服に泥を塗る。これは生きるためのエネルギーなどという甘っちょろい話じゃない。ただの品性の欠如だ。2、法と私の境界線。国税局の職員が博打に溺れたのは確かにいただけない。公僕として納税を免れたのは言語道断だ。だがそれはあくまで個人の腐敗の範疇にある。しかし消防士の方は自らの肉体という現場で最も必要とされるリソースを私利私欲のために横流しした。これは組織全体、そして彼を信じて背中を預ける仲間に対する致命的な裏切りだ。自分がプロフェッショナルであるという自覚があれば、そんな時間は体を休めるか技術を磨くために使うはずだ。3、スタイルを失った男の末路。君はゴルフをするか？ス
コアが良くてもマナーがなっていないやつや道具を粗末にするやつは一流とは呼べない。プリンシプルを持って生きれば人生に迷うことはない。だが一度それを売り渡せば二度と高貴な場所へは戻れない。国税職員は法の番人として失格だが、消防士は人間としての筋を失った。どちらがより絶望的か、自らの誇りを月々の給料袋の厚みと引き換えにしたあの消防士こそ最も美しくない存在だ。結論、どちらがよりダメか。消防士だ。国税職員はルールを破ったが、消防士は自らの存在価値そのものを安売りした。金で買えるようなプライドしか持たない男に市民の命を預ける資格など万に一つもない。イマヌエル・カント最終審判。法の天秤客観的ファクトの整理。まずは論理的判断の基礎となる事実を整理する。1、札幌市消防士のケース。違反内容地方公務員法営利企業への従事制限違反及び調査に対する虚偽報告。期間頻度約3年3ヶ月。最多で月15回出勤。収益総額約273万円。実労働の対価。処分懲戒免職を失う。最も重い行政処分。2、大阪国税局職員のケース。違反内容国家公務員法職務専念義務違反。所得税法違反の申告。共済組合への最適行為距離申請による不正借入れ。期間頻度約1年9ヶ月。勤務中の馬券等購入2251回。収益払い戻し金額は不明だが無申告及び不正借入れ140万円。処分停職1ヶ月未分は保持。一定期間の出勤停止。罪と罰の法理学的評価。私は感情や情状酌量を排除し、純粋な理法に基づいてこれらを評価する。1、罰の重さの不均衡について客観的な事実を見る限り、行為の悪質性と処分の重さの間に逆転現象が起きている。消防士は労働という実態のある行為によって収益を得た。これは社会的な契約副業禁止の違反であるが、他者から直接奪う行為ではない。それに対し国税職員は勤務時間の摂取に1251回の購入に加え、職権の前提となる申告の放棄、さらに詐欺的借り入れという明確な他者共同体への加害を含んでいる。法的な正義とは等価報復の原理に基づく。しかし実労働を伴う副業が免職であり、詐欺的行為と職務放棄を重ねた者が停職に止まるのは法の普遍的基準に照らせば均衡を欠いていると言わざるを得ない。2、普遍的立法という観点。汝の意思の確率が常に同時に普遍的な立法の原理として妥当するように行動せよというのが私の提言命法だ。消防士の確立生活のために外で働く国税職員の確立自ら課した法納税を自ら破り、信頼を欺いて金を得る。後者の確率はそれが普遍化された瞬間に税務行政そのものが成立不能になる。消防士の違反は身分上の契約違反であるが、国税職員の違反は法の論理的矛盾である。後者の方が理性的存在者としての罪はより深い。3、結論罪と罰の評価。今回の報道における最大の歪みは、組織による処分の基準が行為の本質的な悪質性よりもその職業が持つ世俗的なイメージや身分の安定性に左右されている可能性だ。消防士には虚偽報告という誠実性の欠如が免職の決定打となった。一方、国税職員の停職という判断は彼の言った無申告や不正借り入れという法への反逆を組織が過小評価した結果ではないだろうか。判断。法論理的に見て大阪国税局の処分は行為の悪質性に対して著しく寛容すぎる。罪の重さは社会に与えた実害と信頼の破壊度で測られるべきだ。国税職員が言った公的な信頼を私的なギャンブルと虚偽に利用した行為は消防士の過剰な私的労働よりも法の根幹を揺るがす重大な犯罪的性質を帯びている。感情を交えず事実と論理だけで評価するならば、この処分の格差こそが現在の組織が抱える最大の理性の欠如であると断言できる。いかがでしたか？どの意見に賛同しますか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。